こんにちは、イラストレーターのネグです。今回はこちらのイラストのメイキング動画を見ながら解説を行っていきます。キャラクターはポケモンからレッド、リザードン、ピカチュウです。それでは始めます。実はこのイラストは最初は上から見下ろすような構図で描き始めました。そのような構図は人物の顔を大きく描きやすいっていう特性があります。しかし真正面からの構図も試してみたんですけれども、こちらの方が印象が良かったので、こちらを選びました。それではいつものようにどういうイラストにしたいのかっていうのを整理していきましょう。まず第一にレッドとリザードンをかっこよく描きたいと思っていました。実は最初はピカチュウを描く予定はありませんでした。レッドは寡黙な性格なんですけれど、内に秘める闘争心というものを持っています。そういうところを表現できるアイデアを生み出したいですね。この時点でリザードンを凶暴そうに描いて、口から出る炎を使って強めの光と影のコントラストを生み出すということを事前に考えていました。情報を整理することで描く前からアイデアが膨らんできます。太くて透明なブラシを使って構図を描いて、その上のレイヤーに細い線で線画を描きます。ポーズを決める時の考え方は、特徴的な部位から描くということです。リザードンの顔の位置を決めてからそこにつながるように首を描く。爪の位置を決めてから腕を描く。このように見せたいものを優先的に描いて、それを基準に他の部位も描いていきます。そうすることによって爪を写そうとすると頭が見切れてしまうというような事故を避けることができます。個人的にこのようなキャラクターイラストでは目立たせたいポイントはできるだけ近くに集めています。そうすることによって画面内に密度が高い領域と低い領域が生まれます。メリハリがあって視線誘導の面でも効果的なんじゃないかなと感じています。後に描くピカチュウの配置もこの考え方にのっとっています。そしてレッドのミステリアスさを表現するために顔を少しうつむかせます。威圧的なキャラクターを描きたい場合は逆に上を向かして見下してくるような表現をします。ポーズが決まったらキャラクターの資料を探してそれを見ながら描いていきましょう。髪の毛や服をなびかせてかっこいいシルエットを作ることを意識しました。いつものように髪を描くときは線画ではなくブラシを使ってシルエットを作っています。でもちろんレッドの腹筋はチラ見せします。理由はその方がいいからです。当たり前ですね。レッドが前面にいるせいでリザードンの体の一部は見えませんけれど、説得力のある絵を作るために一応見えない部分も描いておきます。個人的にリザードンの顔は描き慣れてなくて描くのが難しかったです。なのでトカゲとかワニのような爬虫類の画像を検索したり、たまたま持っていたゴジラのフィギュアとかを見ながら描きました。それでも適切な資料が見つからなくて困っている方におすすめしたいのが、スケッチファブというウェブサイトですね。こちらは 3D モデルとかを販売しているサイトなんですけれども、そのモデルをぐるぐる回転させていろんな角度から見ることができます。クジラの骨のように複雑な形のものを描くときは、このようなサイトを参考にしたりします。リザードンのような架空の生物でもなんとなく骨格を意識して描けるといいですね。このあたりでリザードンの口の開き具合を調整するんですけれども、こういう時は軸を中心に回転する半円っていうのを想像すれば描きやすくなるんじゃないかなと思います。実はレッドの表情についてずっと悩んでいました。帽子を使ってレッドの目を隠すかどうかという点です。我々はどうしても人物の目に視線が行くので、レッドの目を見せればよりそこに注目を集めることができます。対してレッドの目を隠すと、レッドのミステリアスな雰囲気をより演出することができます。私は後者を選んだんですけれど、人によっては違う選択肢もするでしょう。絵に正解不正解はないので、自分の選んだ表現方法に自信を持って描いていきましょう。あとは細かいディティールを資料を見ながら整えていくだけです。線画が終わったら投げ縄ツールでレッドとリザードンを塗っていきます。もちろんレイヤーは分けています。このイラストの PSD データは私の Pixiv ファンボックスよりダウンロード可能です。気になる方はそこからレイヤーの構成を見ることができます。さあ、ここからは塗りの段階です。
今回大きな光源になる予定のリザードンの炎を描きます。これは事前に決めていたことなので迷わずに描けました。そしてキャラクターには全体に青みがかった暗めの色を置いていきます。この色選びが難しいと感じた場合はトーンカーブとかグラデーションマップを使ってもいいでしょう。今回は背景のないイラストなので背景からの光の影響を意識する必要はありません。好きなように光をデザインしましょう。リザードンの炎を光源として暖色系の光でレッドを塗っていきます。この時は覆い焼きレイヤーを使いました。注意点はディティールを気にしすぎないことです。画面を拡大しすぎず全体を見ながら塗るようにしましょう。この段階ではあくまで光の当たる部分とそうでない部分を作ることが目的です。この時にできる光と影の境界線はぼかしません。いわゆるハードライトとして描きます。詳しくはコロソの講座でも解説しているんですけれど、スポットライトや太陽の光と同じような描き方をします。つまり一つの点から発せられる光は、はっきりとした形の影を作ります。イラスト的に見てもメリハリがあってかっこいい光の描き方です。対して境界線がぼやけるのがソフトライトになります。太陽の光より指向性のない青空全体の光がそれに該当します。なので初心者の方にありがちなリアルに見せるために柔らかいブラシで光を描くというのは間違いです。光源に合わせて塗り方を考えましょう。そしてこのカーテンに注目すると、後ろから光が当たっているところが明るくなっているだけではなく、サイドまで上がっていますよね。これは表面化散乱という現象で、実はこのイラストにも活用しています。レッドの服やリザードンの頭、ここに使われています。光を透過するような質感を描きたいときはこの現象を意識しましょう。このように光の知識があれば、自分の部屋を観察するだけでも自分の絵を良くするヒントに気づけます。このあたりで寒色の光源を追加します。熱い炎に対してレッドの寡黙さを表現するような色ですね。実はこれは単純にイラストがかっこよくなるという効果だけではありません。右上から光が降り注ぐことで認識できる面が増えます。そうすることによってより立体感が増します。暗い影を描かずとも光を描くことで立体感を作ることができます。最初に暗い色から置いていくとこういうこともやりやすくなってきますね。当初はピカチュウを描かない予定だったので、すでにディティールを整えようとしています。レッドの顔に光を当てるかどうか悩みました。顔の周りに明るいものも多いので、光を描かなくともかっこよくなると判断しました。この辺から初めてリザードンに暗い色を置いていきます。さっきより立体感が出て顔にも迫力が増しました。この後リザードンの爪に光沢を与えるんですけれども、そういう時は明るい色だけでなく暗い色も反射させましょう。我々が日常的に使う鏡も何も明るい色だけを反射しているわけではありません。そしてこのような光の反射を鏡面反射と言います。リザードンの爪以外ですと、モンスターボールの反射光や帽子につけているバッジに鏡面反射の性質を与えています。この鏡面反射につきましても、私のコロソの講座の授業範囲内です。このあたりでレッドの首元を描いています。先ほどの表面化散乱を思い出してください。画面内には映っていませんが、光に照らされた襟の裏面はおそらくほのかに明るくて彩度の高い色になっているでしょう。その光を反射するように首元に色を置いてあげます。ここでキャラクターイラストにおける空気遠近法についてお話しします。レッドとリザードンの左手を近景とし、リザードンの胴体を円形とします。近景と円形の間に空気の層を入れることによって前後感やコントラストが生まれます。リザードンの爪やレッドのシルエットがさっきよりも際立ちました。実はこのような空気の層を描いているのはここだけではありません。レッドの衣服の中にも空気の層を描いています。このようなことは現実では起こりませんが、現実味だけを追求するよりも、イラストだからこそできる表現も楽しんでいきたいですね。さあ、ここからはようやくピカチュウの登場です。ピ
ピカチュウをこの位置に配置した理由は前述の通りです。右下にも空間があるんですけれども、リザードの足の爪をピカチュウで隠したくなかったんですね。さらにできるだけ小さいスペースにピカチュウを描きたかったので、このように小さく収まるポーズにしました。シンプルなキャラクターほど原作に似せて描くのって実は難しいです。資料を見ながらしっかり特徴をつかみましょう。レッドやリザードンと同様に、第一光源の炎、そして第二光源の右上から来る感触の光。これを塗ってあげましょう。ピカチュウの目の色は、レッドの髪の黒さに負けないぐらいの黒色にしましょう。でないと印象が薄くなってしまいます。リザードの炎と対になるようにピカチュウの電気を描くというアイデアが思い浮かびました。ここでピカチュウの電気を第3の光源として追加します。色自体は第2光源と同じです。正直同じでいいか悩んだんですが、対照的な暖色と寒色がかっこいいと思ったので、この色にしました。じゃあこの光のデザインを考えましょう。リザードンの炎と一緒でハードライトなんですけれど、さらに強く白い光。でも距離減衰が激しくって、遠くのところには届かないような小さくて密度の高い光を作りました。炎でできる光と影の境界線よりもさらにはっきりとした境界線になります。レッドを目立たせる強力なリムライトになってくれました。ここからはエフェクトを描いていく段階になります。炎と電気をかっこよく描いて、イラスト全体の見栄えを良くしていきます。で、このようなエフェクトを描くために写真素材を使うことがあります。今回の場合は炎にも電気にも同じ写真を使っています。使っているのは花火の写真です。そして炎が距離によって減衰することを表現するために、炎に近い部分はソフトブラシと大焼きレイヤーを使って明るくしました。炎が渦巻いているようなエフェクトをレッドの前方、レッドとリザードンの間、でリザードンの後方、それぞれに配置しています。そうすることによって前後感が生まれ、エフェクトで奥行きを表現することが可能になります。という感じでイラストは完成になります。以上で動画は終了となります。何かの参考になれば幸いです。よろしければ他の動画も見ていただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。